ご視聴ありがとうございます。今回は、あれから3年を迎える駅の今に迫ります。駅名になっていた施設が閉園した後の2つの変化と、駅と街の未来に注目です。ここは、JR 各線と東武東上線、東京メトロ各線、そして西武池袋線が乗り入れる、池袋駅です。このうち西武の駅は線路の終端に改札がある、いわゆる投炭式と呼ばれる構造。改札は他にもありますが、突き当たりにあるこの改札が混雑します。人が改札内へ入ります。線路の終端の位置はまちまちで、特急用ホームは改札の真横あたりにまでホームがあります。私が乗る列車が発車するのは、一番左の線路、2番線。主に普通列車が発着する番線で、線路に向かって左の1番線は降車専用です。池袋発着の列車が絶えず行き交う2番線、私が乗るのが折り返しの普通豊島園行きです。この車両は2000年に登場した2万系。8両と10両があり、地下鉄に乗り入れない列車で広く運用されています。乗り入れ先を巻き込んで片道数時間かかる列車もある池袋線ですが、この列車の終点は6駅先。途中の練馬駅で支線の豊島線に入り、1駅で終点。池袋線は種別が大量にあるのに対し、豊島線は普通列車だけです。池袋駅を発車です。わずか6駅ですが、2駅目で急行に抜かれます。このカット、後で意外と大事なので覚えておいてください。練馬の一つ手前、桜台を出ると、この角度だと見えないものの、高架橋の下から別の線路が近づいてきます。これが東京メトロ有楽町線と副都心線を池袋線とつなぐ線路、西武有楽町線です。上下線の間に4両分の折り返し線が入り、それが上下線に吸収されたところで、下の階層から姿を現してきます。練馬駅は2面4線で、両側に上下1線ずつ通過線があります。隣には地下鉄から直通してきた清瀬行きが到着、対面乗り換えできます。運行上重要な駅ですが、止まるのは確定と準急だけで、急行以上の種別は通過です。日中の豊島線の列車は、池袋線の列車と対面乗り換えできるダイヤです。池袋発の確定は毎時8本あり、そのうち4本が豊島園行き。一方、練馬駅で地下鉄からの確定が毎時6本乗り入れるため、練馬より下り方では確定が毎時10本と、上り方より多くなります。清瀬行きに少々遅れて、練馬を発車です。このカットには映っていませんが、練馬では豊島園からやってきた池袋行きとすれ違います。日中の豊島線系統では全部で3編成が運用され、練馬駅と先ほどの東長崎駅あたりですれ違います。高架線が続く池袋線に対し、豊島線は高さを下げて地上に降りていきます。影になっていてよく見えませんが、高架化前に地上線があったと思われる場所が、進行方向右隣にありますね。終点に着く前に、豊島線とその終点である豊島園について解説です。西武豊島線の開業は、1927年、昭和2年。前年に営業を開始した遊園地、豊島園へのアクセスのために建設された路線です。当初終点は豊島駅という駅名でしたが、33年に豊島園駅に改称されています。ただし、開業以来路線名は豊島線のままで、豊島園線ではありません。豊島園の敷地の多くはもともと室町時代に築城された練馬城の跡地。名称は練馬城を築城して領地を治めた豊島市に由来しています。なお、間違われることが多いですが、所在地は豊島区ではなく練馬区で、豊島線も全体が練馬区内にあります。水と緑の遊園地と銘打った豊島園、日本有数の歴史と首都圏有数の規模を誇り、園内は自然を取り入れた作りで、季節ごとの植物や巨大プールが見どころの一つでした。豊島園へのアクセスは豊島線が独占していたものの、1991年に当時の都営12号線、今の都営大江戸線が開業。第1期開業区間である光が丘練馬間 3.8 キロの4駅の一つでした。道路下にある地下鉄の駅は豊島線の駅から100メートルほど離れており、乗り継ぎ割引運賃や連絡定期券の発売はなく、西武と都営はそれらがある練馬駅での乗り換えを案内しています。12号線が開業した頃、
都営の普通乗車券の初乗り運賃は3キロまでで、光が丘から乗ると、豊島園より練馬の方が運賃が高額でした。ただしその後運賃体系が変更され、初乗りが4キロに増えたことで、豊島園と練馬のどちらで乗り換えでも運賃は変わらなくなりました。練馬の方が西武線の本数が多くて便利なこと、西武線の乗車距離が短くなって運賃が安くなる場合があることから、豊島園で乗り換えるメリットは乏しいものになりました。大江戸線はこの辺りでは他の地下鉄路線をくぐっていませんが、駅自体はそれなりに深い場所にあり、エスカレーターを乗り継いでようやく到着です。一方、開園後に西武鉄道の傘下になり、長きにわたって営業していた豊島園でしたが、2020年8月末、感染症が流行する中で営業を終了。94年の歴史に幕を下ろしています。豊島線は単線で、終点の直前で線路が分岐。豊島園駅は一面二線の構造です。ホームが現れたと思ったら、ギリギリのところで列車は止まり、ドアが開きます。ホームが狭すぎて、端では点字ブロックの一部がありません。登り方の様子がこちら。この列車は8両編成で、ホームギリギリに止まります。左右を住宅に挟まれて窮屈そうにする線路は、まさしく都会のローカル線といったところです。奥にある駅長を目指して進みます。上り2両分には屋根がなく、そこから右側にだけ屋根がつきます。そしてこの屋根、支柱は真っ赤に塗装されており、見た目が綺麗なのでそれほど月日が経っていないようです。先ほど映っていた支柱についた駅名板も西武線標準のものとは違います。気づかない間にホームの幅は随分広くなり、中央には上を向く謎の線路が姿を見せ、その後ろには白いシートに包まれた謎の物体。レールは銀色の部材で支えられ、できて間もないのがわかります。このカットだときちんと映っていませんが、その横には、豊島園と書かれたアルファベットの看板もあります。もう少し進んだ先で、ホーム全体に屋根がかかってきます。正面には、豊島園のロゴが入ったベンチと、後ろには再び白いシートに包まれた物体が。そしてこの屋根、左右が独立し、中央に別の屋根がかぶさる独特な形状をしています。ここから想像できる通り、実はこの駅は昔、中央にも線路がありました。ところがこの構造では最大6両分しか確保できず、60年代に各駅停車の8両編成化が進むと、それに対応できるようにホームを伸ばす必要が生じました。豊島線の列車本数はそれほど多くなく、昼間は片方のホームしか使っていなかったこともあり、中線を埋めて左右のホームをつなげ、ポイントギリギリまでホームを伸ばして8両分を確保しました。左右で分離した屋根の構造や、屋根が片方だけ伸ばされているのは、このような経緯によるものです。ちなみにこの右側には、相当昔に使われていたホームの跡が残っています。このホームは6両分で、延長されないままかつての面影を留めています。表面には芝が植えられてきれいに整えられ、全自動芝刈り機で手入れもされています。駅舎へ向かいます。この屋根、太めの柱で支えられているように見えますが、元は細いレールを組み合わせたもので、それを交互に撤去した上で鉄骨組みに置き換えたのがわかります。あまり見かけない方法ですが、元の部材を活かしつつ効率的に補強できるやり方です。登り方の様子からもわかる通り、ホームを仮に重量対応にする場合、駅舎の方へ伸ばす必要があります。ただし、後で見るようにそれに必要なスペースが足りないため、重量対応にするのは困難です。緩やかなスロープで高さを下げ、少しだけ仮囲いなどの横を通った後、駅舎に入ります。正面には綺麗な改札があり、右側には目新しい木組みの装飾、そして高い吹き抜けがあります。明るいからか電気はついていませんが、夜には電球色か何かのいい感じの照明がつきそうなしつらいです。駅前広場はまだ工事中で、フェンスで囲まれた場所が目立ちます。ホームを重量対応にした場合、先頭部がこの辺りまで来ることになり、駅舎や駅前広場の場所が足りないので、物理的に不可能です。駅舎の外観がこちら。皆さんご想像の通り、この駅舎はつい最近完成したもので、駅前広場のフェンスにはこのような掲示が、4月25日に供用が始まったばかりです。この駅舎の完成までは後ろに仮駅舎を設け、左右から出入りしていました。
駅舎の手前で通路の左右が仮囲いになったのはそのためです。旧駅舎の解体は順調に進んでおり、通路が直される日も近そうです。旧駅舎も2階建てでしたが、正面のパネルの横幅が広いため、平べったい印象を受けます。新駅舎は改札場が高い吹き抜けになったため、受ける印象が大きく違います。自動券売機や改札機はもちろん新品で、右側には巨大な広告モニターで自社の宣伝が流れます。まだ見ていなかった豊島線の時刻表がこちら。日中は15分間隔で、ラッシュ時でもそれほど本数が増えません。かつては朝ラッシュの上り列車を素早く仕立てるため、池袋駅から直通する下り準急もありましたが、すでに消滅しています。なお、大江戸線の豊島園駅は駅舎に向かって東側にあります。途中には屋根などもなく、案内表示も充実しているとは言えない感じ。あえてここで乗り換える人が少ないので、仕方ないといえば仕方ないですね。そして皆さん気になる豊島園の跡地、今はどうなっているのでしょうか。正門があったのは、改札を出て斜め左、ここを右後ろに向いた先。大木の奥にあったゲートは跡形もなくなっており、右奥へと道が続いています。この場所の案内板が右手にあります。その名も練馬城址公園。豊島園の敷地を活用して建設された公園です。この場所を公園にする都市計画自体は、実に1957年からありましたが、西部との協議がまとまらないまま時間が経っていました。ところが、2011年に東日本大震災が発生。広域避難場所の必要性が増したことで、防災公園としての計画が本格化、西部に対する閉園と土地買収の交渉が加速しました。東京都からの要請に対する回答期限が2020年度末だったため、最終的に2020年6月に、同年8月末で閉園することが決定。跡地の整備が始まりました。公園は5つのゾーンに分かれ、今年5月に2つがオープン、双方をつなぐ歩道も通れるようになりました。入り口の正面奥はまだ工事中で、歩道は右に曲がって川を渡ります。この歩道は自転車も通れるものの、この先の川の向こう側はまだ完成ではないらしく、幅が狭くなっている場所もあるほか、川の向こう側では残りの施設が絶賛建設中です。この日はオープン記念イベントが行われ、ステージイベントやスタンプラリーも行われています。そしてこの公園、防災拠点だけあってベンチをかまどにできたり、他の施設も防災面を重視した設計になっています。豊島園の閉園は、この施設を建設するための東京都からの要請に基づくもので、施設の老朽化や入場者数の減少といった豊島園側のネガティブな要因ではありません。そして豊島園の跡地にできるのは、この公園だけではありません。先ほどの図のうち、右上の E ゾーンに当たる場所には、スタジオツアー東京の文字が。フェンスの向こうは綺麗に整備されており、幅の広い道を通った一番奥には、真新しい建物が建っています。正面のロゴは全部は見えませんが、わかる人にはわかるあれ。そう、ハリーポッターのロゴです。この場所にできるのが、ワーナーブラザーズ、スタジオツアー東京。映画ハリポタの世界観を再現したエンターテインメント施設で、これはイギリスロンドンにある施設に次ぐ、世界で2番目のもの。映画制作の世界を体験できることも重視されているため、頭上には映画のセットさながらの照明器具がぶら下がっています。この施設のセットや小道具は、すべてイギリスの映画制作スタッフが作ったものです。そしてこの機関車が、魔法学校との往来に利用される、ホグワーツ特急。100年前に走っていた機関車に映画スタッフが塗装などを施した上で、本拠イギリスから日本の OF 島まで船で運ばれた後、深夜にここまで輸送されてきたものです。豊島園駅の赤を基調とした塗装は、ホグワーツ魔法学校へと続く架空の駅、ホグズミート駅をイメージしたものです。屋根の支柱などは以前は真っ白だったのですが、ガラリと変わりました。駅名板も赤系の色があしらわれて施設のロゴも入り、他の駅の看板とは全く違うのがわかります。また、構内図のうち、トイレなどの表記も魔法使い風のマークになり、現在地にはフクロウのマークが。フクロウはハリポタの世界観に欠かせない生き物であり、駅前広場にある案内看板のてっぺんにもちょこんと止まっています。改札を出て正面にある周辺案内は左上が1行空いており、ここにスタジオツアー東京の文字が入ることになりそうです。そしてこのような装飾がなされた駅は、ここだけではありません。
もう一つが、冒頭に出てきた池袋駅。1、2番線のホームドアの側面や後ろの柱が、タイル模様になっています。これは、イギリス・ロンドンのキングスクロス駅を参考に、壁面をレンガ調に、サイン類もネイビーをベースとした色使いのものに改修したもの。サインはフォントも独自のものが使われ、他の番線とは明らかに異なり、足元の乗車位置目印も交換されています。そして線路終端の手前には、ホグワーツへの入り口、キングスクロス駅の9と4分の3番線が再現されています。また、ホーム中ほどにある改札への階段やエスカレーターにも装飾がついているほか、売店もこれに合わせて改修されたそうです。また、私が乗った2万系に、ハリポタの世界観を示す背景とメインキャラのフルラッピングを施した列車が5月16日から運行されます。8両編成で、豊島線での運用が中心となる予定です。豊島園駅のホームの中ほどには、かつて豊島園で運行されていた機関車が再塗装されて展示される予定であるなど、豊島園の面影も感じられる施設になりそうです。ただし駅名は変わらないようで、ハリポタのロゴと豊島園の文字が並ぶことになります。スタジオツアー東京は6月16日オープン予定。一方練馬城址公園の全オープンはもう少し先のようで、この街の変化はまだまだ続きそうです。ご視聴ありがとうございました。